こんにちは。ブログちょうどいい暮らしのノートを書いているあやこです。今回のテーマはスマート家電について。どんどん便利になっていく技術ですが、皆さんはどのように使っていますか？我が家ではそこまでガチというわけではないのですが、ほどほどに便利っていうのを目指して日々の生活を少しだけ快適にしています。ほとんどのアイテムが3年以上使っているため、古いデバイスのものが多いのですが、できることに大きな差はないと思いますので、今回は我が家で使っているスマート家電グッズとその利用シーンをご紹介したいと思います。こちらのスイッチボットスマートプラグミニを使ってコーヒーを自動で入れています。プラグにコーヒーメーカーのコンセントを挿して電源のオンとオフをコントロールしています。コーヒーフィルターにコーヒーの粉を入れて水をセットするまでが人間の仕事です。Google フォームと連携しているので、5分間コーヒーを入れてと指示すると、コーヒーメーカーに電源が入って5分後にオフにしてくれます。いやいや、コーヒーぐらい自分で入れようよって思いますよね。私も最初は思ってました。ただ、このコーヒーメーカーが入れ終わった後自動でオフになるタイプではないので、入れたことを忘れてそのまま放置してしまうこともしばしばありました。そのため、うっかり消し忘れ防止に役立っています。朝7時に電源を入れるといったことも可能なので、事前にセットしておけば起きてすぐにコーヒーを飲むこともできます。我が家でも朝早い日は前日夜にセットすることもあります。続いてスイッチボットカーテンです。カーテンを自動で開け閉めしてくれるものです。リモコンやスマートスピーカーを介して操作が可能です。我が家では毎日決まった時間に自動で開閉するように設定しています。また、リビングで過ごしていてちょっと眩しすぎるなという時もわざわざ窓際まで行く必要がないので便利です。スマホのアプリから遠隔で操作することも可能なので、日中カーテンを開けて外出してしまって予想外に帰りが遅くなってしまった時なども出先からカーテンを閉めることができます。ちなみにカーテンを引けばその流れで自動で開閉するので、そんな使い方もしたりします。ブラインドに対応した機種も出ているようなので、今度試してみたいなと思います。続いてスイッチボットの温湿度計です。寝室に1台と分調のカゴに1台ずつ設置しています。特に分調の方は温度管理に気を使わなくてはいけないので、外出中に温度が適切に保たれているかを確認するのに使っています。あらかじめ設定した室温以下になるとスマホにアラートが飛ぶように通知設定しています。基本的にはサーモスタットで管理しているのですが、万が一の時の保険として併用しています。続いてハブミニです。赤外線家電をスマート家電化してくれるものです。我が家ではワークスペースと寝室の電気とエアコンを管理しています。夕方暗くなってきてもわざわざ席を立って電気をつけに行ったり、エアコンのリモコンを探す必要もありません。また、あと30分で家に着くから部屋を温めておきたいなどといった時に、外出先から操作することもできます。古いタイプではありますが、ロボット掃除機も使っています。起動時間は悩みましたが、私が一日中家にいるため、一番人の動きと干渉しにくい24時に設定しました。起床前の時間も試してみたんですが、掃除機の音に起こされることに怒りを覚えたので、夜にしています。普段寝室は侵入禁止エリアになっていて、掃除機が入ってこれないので、日中気が向いた時に手動で起動して掃除をしてもらっています。マップを複数登録できるモデルであれば完全に自動化も可能なので、買い替えるならそういった機能がついているものにしたいです。紹介した家電たちの操作を支えるほか、タイマーやメモ機能など我が家にはなくてはならないスマートスピーカー、Google ホームがリビングと寝室に1台ずつ、Alexa がリビングに1台と合計3台導入しています。それぞれ微妙に使い分けをしていて、 Google ホームでやっていることはリマインダー機能、燃えるゴミとか資源ゴミの日などを通知してくれます。曜日感覚が完全に狂っていると忘れてしまいがちなので、これは地味に助かります。
また目覚まし機能、天気予報を聞くなどといったこともしています。突飛なアイディアではないんですが、タイマー機能もかなり使っています。料理中とか手が汚れている時でも声で指示するだけでタイマーを起動することができます。一度に複数のタイマーを起動することもできるので、その点も使い勝手がいいです。同時にタイマーの名前も設定できるので、どれがどのタイマーかっていうことを覚えておく必要もありません。アレクサでやっていることは、買い物リストの作成が一番多いです。日用品や食材のストックが切れたらその場で音声入力するだけで、わざわざスマホでメモを取る必要もなくて、買い物の時にリストチェックするだけなのでかなり快適です。また Amazon で定期的に購入しているものは口頭で指示をしてカートに入れたり、そのまま購入したりすることもできます。なんとなく怖いので私はカートに入れておいて、時間がある時にスマホかパソコンから購入するということが多いです。また子供が生まれた時の頃に活躍したのがピオログというアプリとの連携です。新生児の頃は飲んだミルクの量とか時間とか体温、排泄の記録をピオログというアプリに記録していました。それもいつ何リットル飲んだかっていうのをアレクサに口頭で伝えてあげれば、ピオログと連携して記録をしてくれるのでとても便利でした。今では便秘気味なので、その薬と排泄の記録を夫婦で共有するのに使っています。またカメラ機能を使って子どもの見守りもしています。キッチンから見るとワークスペースの一部が死角になってしまうので、その部分が画角に収まるようにスマートスピーカーを配置しています。キッチンでの作業中、子どもがなんかやけに静かだなって言った時あるじゃないですか。そういう時もわざわざ見える位置まで移動しなくてもアプリから様子が確認できます。スマート家電ではありませんが、トイレに行くまでの廊下とトイレは人感センサー付きの電球を取り付けています。夜にトイレに立つ時もスイッチを探す必要がなく、消し忘れも防止できます。以上、我が家のスマート家電のアイデアでした。参考になれば嬉しいです。